こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回のネタは、川崎2022年前半ネタまとめだぜ。何それ？前半戦は Z900RS、Z650RS、Z50 周年記念モデルとか、盛りだくさんの内容だったよな。それ以後に判明した噂やニュース情報とか、その後についてをサクッとまとめてみた。ビモータの KB4 の予約開始とか、電動二輪車とか、そうそう。4速歩行ロボット RHP ベックスとか、それは主の趣味。じゃ、変わる先へってことで、今後発売される新型バイクのニュースをお届けするぜ。川崎好きな九州の中学3年生へ送ります。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。目黒に 150cc が登場。Z400 と忍者400登場。ダブル175に2023モデル登場。リモータ KB4 購入券受付開始。ZX4R と 6R が後釜制覇。ベルシス650は来年で導入延期。2022年鈴鹿8体へ正式エントリー。です。元ネタは国内外の噂まとめサイトや、海外サイトの記事を元にしています。じゃ、はじめご。最初の話題はこれだ。1、目黒に 150cc が登場。最近はクラシックでレトロでスポーツなスタイルのバイクが人気なんだってな。それってホンダの GB350 や、ヤマハの XSR シリーズのこと？そうだ。そしてついに、川崎のクラシックバイクラインナップも手こ入れされそうだ。って話だ。エストレアの後釜で、目黒ジュニアが復活するって噂だぜ。ウェビックやウェブオートバイ、海外サイトでも取り上げられてる案件ですね。現在の川崎のクラシックバイクラインナップは目黒と W800 の2車種で、いずれも大型モデルだ。目黒は W800 の派生モデル扱いだけど、違いはハンドルの長さと銀鏡塗装されたタンク。自己修復作用を持つハイリーデュラブルペイント採用でしたっけ？その通り。お金かかってる。そんな目黒に、250cc の定番クラシックモデル目黒ジュニアが追加らしい。それって新規開発車種？いや、ベースはエストレアって話。国内は生産終了になってますけど、アジア地域ではエストレアは W250 と名前を変えて販売されていてな。こいつをベースに規制対応するんじゃないかって。で、社名は W じゃなくて目黒に一新するらしい。別に W のままでもいいのにね。何か問題がある？ W って聞くと2気筒のイメージがあるんだって。ジュニアはおそらく単気筒になるから、2気筒を連想させる W より、ブランドを連想させる目黒に変更したいんじゃないかってことだ。そうなると、川崎のラインナップは大きく3つに整理できますね。お、整理したがりのレイムさん。忍者スポーツ Z スタンダード目黒クラシックですかね。オフ系のベルシスとアメリカンなバルカンはどうする？あれは変、枠。なんだそりゃ。でも、本当にジュニアが発売されれば、生産終了したヤマハの SR 枠やホンダの人気車種 GB350 のライバルになりますね。ジュニアは GB350 よりもっとクラシック寄りだと言われてる。予想では、スポークホイールに楽な乗車スタイル、キャブトンマフラー装備だ。若い世代に受けるかどうかが肝ですね。2、Z400 と忍者400発表。みんな大好きミドル SS、川崎の 400cc シリーズの新型モデルが欧州発表されたぜ。今回の目玉はユーロ5対応だ。スペック的にはトルクがちょっと減少してるけどな。規制対応が理由でしょうね。スリッパークラッチ搭載だけど、トルコンやクイックシフターはない。その他には、クラッチシステムが調整され握る力が多少減されたってところだ。それは嬉しい。ちなみにホンダ CBR400R は、すでに国内排ガス規制対応済みです。なぜここでホンダの話題を？ホンダの 400cc モデルは危機的状況だし、川崎はガンガン発表してくるから、羨ましくて。だな。この2台はベースが同じ兄弟車だし、川崎はほんと上手に商売してるよな。川崎以外ではラインナップから消えた 400cc ネイキッド。この日は消さずに、このまま販売し続けてほしいぜ。乗り出しの気軽さと取り回しの良さで、個人的にはベストバランスなバイクだと思いますよ。維持費を考慮するなら 250cc だけどな。ちなみに、欧州では価格がかなり上がってるらしい。現行の忍者400は72万6000円、Z400 は68万2000円ですか。同ジャンルのホンダ CBR400R が84万1500円だ。おそらく同じような価格帯になると思われる。こちらも発表が楽しみですね。3、ダブル175に2023モデル登場。これはまさに、川崎版 XSR155 ですね。こうしたコンパクトなバイクはヤマハのお家芸と思ってましたが、川崎にもあるんですね。しかもカラーリングやデザインもバリエーションがあるから、気分転換なセカンドバイクにちょうどいい。ファーストバイクも買えないのに何言ってるの？言うだけならタダだし。日本メーカーは、小型で特徴的なモデルを海外用モデルとして多く販売してる。YZF-R125 や XSR155、CBF190TR とかですね。国内で正規販売されないのが残念でならない。で、さっきも話したんだけど、
国内ラインナップからエストレアが消え、インドネシアでは W250 として社名を変えて販売されてる。そのシリーズの末定が W175 だ。175cc って、変わった排気量ですね。珍しい排気量だけど、150cc から 200cc のバイクは日常使いには十分なパワーがあり、コンパクトで軽量だし、海外生産で車両価格もリーズナブルだ。スタイルは丸型ライトにタンクパッド付きタンク、タックロールシートにツインショック。リアはドラムブレーキでデケブトンマフラーってスタイルは、これでいいんだ予感が満載ですわ。今回の2023年モデルはそこからもう一歩踏み込んで、各タイプともに特徴あるカラーリングで登場だ。タイプはスタンダードな SE、オフロード風の TR、カフェスタイルのカフェタイプ。何これシャレオツ。タイプによって装備が若干違うんですね。だな。エンジンスペックは 177cc の短気筒空冷 SOHC。最高出力は13馬力 7500rpm で、最大トルクは 13.2N 6000rpm だ。エンジンスペックは全部同じ。重量はわずかに違って、TR モデルの重量は 120kg、TRSE とカフェは 126kg だ。あれ？このバイクって今時キャブなんですね。そうだ。その証拠に超クレバーがここにあるぜ。わあ、懐かしい。今時チョークなんて草刈り機ぐらいしかついてないですよ。そんなことないが。でもこの仕様では、排ガス規制対応は難しそうだし、ABS もついてませんし。だから国内では正規販売されてないってことなんだろうな。あ、でもグーバイクを調べたら、並行輸入として販売されてますね。買えるってことは大丈夫なんですかね。それにしても川崎の海外モデルは超個性的だ。少し前まではツーストマシンの忍者 RR150 とかありましたからね。ぜひ国内で見かけることができたら、オーナーさんの川崎愛を称えたいと思う。4、リモート KB4 購入券、好評受付中。クマ2021で世界初公開され、国内のモーターサイクルショーで展示されたビモータ KB4 のお話だ。川崎の4気筒エンジンを利用し、モビータが製造販売する車両だぜ。1043cc の並列4気筒エンジンを搭載し、最高出力 104.5kW10000rpm、最大トルク 111Nm8000rpm。生産台数は500台で、メーカー希望小売価格は税込み437万8000円。GR カローラが買えそうな価格ですね。これ、限定生産らしいですけど、国内には何台導入されるのでしょう？ 200 台導入だ。結構な台数を日本に振ってくれてるのね。それだけ見込みがあるってことじゃないか？さっき受付ページをチェックしたら、15期受付が6月5日に終了し16期が開始されてる。このバイクが欲しい人は、早く申し込まないと。急がなくても大丈夫。購入券は先着順じゃない。販売予定台数を超えた場合は厳正な抽選となる。16期まで刻んでるってことは、どうなんだろ？やっぱり申し込みが多いってことじゃないか？回数を区切れば、当選確率もアップするしな。もし当たっても、いたずらと盗難とか、超心配です。それは申し込んで当たって購入してから心配してくれ。5、ZX4R と 6R が後釜制覇。川崎にも令和2年排ガス規制対応してないモデルが多数存在する。その中で特に気になるのは、ミドルクラスの今後だ。最近は 600cc 以下の排気量が整理されてるみたいですが、なんでなのかな？そりゃもちろん売れなくなってきたからだな。なんで売れなくなってきたの？色々あるが、理由の一つにレースレギュレーション変更が影響していると言われてる。どんな変更？世界選手権の元2では、2010年からホンダが製造する 600cc エンジンが供給されていたんだけど、2019年からは、トライアンフが市販車のストリートトリプルに搭載する3気筒 765cc エンジンが使用されることになった。ホンダの 600cc4 気筒と勝負、ってわけですね。いや、元 GP を運営としているドルナとの契約で、3年間にわたって独占的にエンジン供給することになってる。でも期間期限付きなんでしょ？いずれはホンダのエンジンで復活するんでしょ？残念ながら2024年までの供給が決定してる。元 GP への 600cc 供給がなくなれば、市販モデルの人気も下がり、販売に影響が出る。因果関係はある、ってことですか？国内の 600cc クラスだと、ヤマハの YZF6R が生産終了、CBR600WR も時期型の噂なしの状況だ。600cc 存続の危機は以前から話題になってましたが、川崎の進む道は？ 250cc4 気筒マルチ作戦と同じ理論だ。他社が撤退するところに市場ありだ。ZX6R は排気量 636cc で、他社に比べて若干優位だし、支援機能も満載、それにリーズナブル。このバイクでヤマハやホンダが手放した市場をゲット、って思惑だと推測する。クレバーな川崎。さらに追い打ちをかけるのが、ZX4R の噂だ。ZX25R が搭載しているエンジンを、ボア拡大、クランク交換で 400cc 化するって話だ。4R が計画されてれば、合わせて Z400RS も開発が進められていると想像できる。ホンダの CB400 が生産終了した後は、この3車種で国内の中排気量市場を総なめしていきそうだ。ステディな川崎。魅力的な4気筒サウンドとデザインのバイクが登場するのを楽しみに待つとしようか。6、ベルシス650は来年に導入延期。良い知らせがあれば、良くない知らせもある。
ベルシス650の発売延期のお知らせだ。予想してましたが、2021年11月に国内導入のニュースがあって、今年の5月発売って話だったな。どのメーカーも生産遅延や納期未定で大変な状況になっていますからね。川崎のミドルアドベンチャーモデルで、スマホ連携、液晶メーター、トラコン装備目100万程度。長径ベルシスだとパワーを持て余してしまったり、重くて取り回しが大変なところもある。でも250や300ではちょっと物足りない。って方にぴったりのバイクだ。海外仕様のオプションではフォグランプやサイドケース、さらにトップケースも用意される。サイドケースは片側28リットル、トップケースは47リットルだ。ベルシス X250 みたいにケース標準装備のツアー ER モデルの導入だと嬉しいですね。残念ながら、国内はケースレスモデルのみっぽいけどな。ケースがついて持ち運び量が増えると、ツーリングの快適度が爆上がりしますよね。購入時はフルパニア仕様をおすすめするぜ。フォグもガチなやつですね。リフレクター部分がでかく、低い位置に取り付けられてるから、対向車にも優しい。忍者顔の手頃なアドベンチャーが欲しければ、こいつがぴったりだな。ちなみに他社のアドベンチャーと価格比較すると、400X は約 85.8 万円、全部乗せトレーサー9は 145.2 万円です。間を取って、120万円あたりぐらいかな。2023初夏導入って話なので、気になる人は我慢して待て。7、2022年鈴鹿8体へ正式エントリー。さて、最後にして最大のニュースはこちら。言い過ぎじゃない？バイク好きならみんな大好き鈴鹿8体だ。2022年の川崎は、2チーム体制で挑戦すると発表があったぜ。川崎レーシングチーム、鈴鹿8アワーと、川崎プラザレーシングチーム、ですね。8H チームはガチ優勝狙い、プラザチームは日本人チームですか？8体はバイクで鈴鹿に来て、キャンプして、食べて、レース見て、応援して、まさに全部乗せのイベントだ。前回大会の優勝って、ヤマハじゃなかったっけ？レースを最後まで見ていないには過半目。だって、ホンダが。それは置いといて。2019年大会は、レース終了間際に一波乱あってな。どんな波乱で？レースには、ホンダ、ヤマハ、川崎の3大ワークス参戦し、ライバル同士で競い合う好勝負が続いていたんだけど、川崎のジョナサン・レイが、頭一つ抜けた走りで首位快走。しかし、残り時間数分ってところで、どうしたの？転倒してしまった。なんと、転倒理由は、前走車がエンジンブローして路面に撒き散らしたオイル、って話だ。ゴール目前でのアクシデント。トヨタのルマン 24H、23時間57分リタイアを思い出しますね。その後赤旗が掲示されレースは終了。川崎はリタイア扱いで順位認定から除外となった。で、順位が繰り上がり、川崎の後ろを走っていたヤマハファクトリーレーシングが優勝。表彰式も行われ、ヤマハの5連覇達成で大会は終了した。すっきりしないけどヤマハ優勝。しかしこの裁定に対し川崎は、赤旗でのレース終了解釈について抗議。それが認められ、川崎1位、ヤマハ2位の結果となったんだ。川崎、よかったね。でも、表彰式を2度やるわけにもいかず、すっきりしない状態で川崎26年ぶり優勝を飾ったってわけだ。なので今年は堂々と1位を飾って、川崎が表彰台の中央に立つことを願ってるぜ。あれ？マリサは川崎好きだっけ？好きだぜ。戦う男たちとレースクイーンが大好きだ。ちなみに、8体のチケット発売開始は6月19日ですね。まだイベントの詳細は公開されてないから、キャンプや前夜祭の情報はない。入手次第チャンネル内でお伝えしていくぜ。確か、6月10日は4メーカー合同テストが開催されてますね。多分、主も現地で観戦していることでしょう。平日の昼間にサーキットでテスト観戦ですか？イベントは楽しんだもの勝ちだぜ。以上で、川崎2022年の前半ネタまとめは終わりだ。ほんと、川崎さんネタは溢れ出てくるから、ニュース動画を作るのに苦労しませんね。他メーカー版も作る予定かな？リクエストがあれば、検討するぜ。じゃ、今回のお話は以上だぜ。次は、青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。最近、バイクメーカーやアパレルブランドの野外イベントが増えてきましたね。そうだな。それに、先日参加した串谷コーヒーブレイクミーティングも、大勢のライダーが参加して、とても賑わってたしな。というわけで、ここ直近でのイベントを調べてみました。ほうほう。こんな感じです。ヤマハライダースカフェ。ツーリングの立ち寄り場として、週末はヤマハライダースカフェでほっと一息。続き、モーターサイクルコレクション2022。話題のニューモデルを展示してます。ホンダドリームカフェ。ホンダドリームの客様に向けたツーリング中の立ち寄り休憩スポット。川崎、コーヒーブレイクミーティング、イン、新潟。日曜の朝は、バイクに乗って出かけませんか？ BMW、ハンティングラリー2022。BMW、モトラッドオリジナルご当地 T シャツを求めて、モーターサイクルで全国を旅しよう。KTM、ブランドミーツ2022。KTM、ジャパン株式会社、設立20周年を記念イベント開催。串谷コーヒーブレイクミーティング。串谷の何でもないライダーの集い。
紹介したイベントは概要欄にリンクを貼ったので参考にしてください。メーカー主催、ショップ主催、アパレルブランド主催と、色々あるな。おそらくどのイベントも、当日は大勢のライダーで賑わうと思います。グッズが買えたり、展示もあったりして、どのイベントも楽しそうだ。こうしたプチイベントは、ツーリングネタにちょうどいいですね。不展示の開催判断や、開催時間を確認して、お出かけくださいね。道中もやえし放題。今年の夏は、イベント三昧になりそうですね。では、今回はこの辺で。それでは、See you.